ここはガタピシ横丁。古いものほど静かに息をしている。そんな不思議な通りだ。今日は古地図屋の話をしよう。店先には額に入った古い地図がいくつも立てかけられていた。のれんには古地図販売の文字。店の奥は暗く、誰かがいるのかどうかもわからない。わしはその地図の匂いに引き寄せられるように扉の奥へと進んだ。棚や壁には古びた地図が何枚も並んでいた。街道の地図、港町の地図、もう存在しない村の地図。どれも時間そのものが紙になったようだった。わしは一枚の地図に目を留めた。古い城下町の地図だった。そこには今はもうない堀、消えてしまったもう武家屋敷の並ぶ通り。昔この町がこんな姿だったことをわしは初めて知った。ふと地図の端に小さな文字を見つけた。城下町外れ、未開の空き地。わしはその場所を指でなぞった。そこはまさに今わしが立っている場所だった。つまりガタピシ横丁は昔地図にさえ描かれていないただの未開拓地だったのだ。城下町の外れ、誰にも知られない場所。けれどだからこそいろんなものが流れ着いたのかもしれない。行商の商人が荷をほどいて店を開き、町人が小さな屋台を並べ、旅人が夜をしのぐ場所を求めて明かりを灯した。そうしていつの間にかこの未開拓地は横丁になっていった。その時、紙の上の空白に細い線が一つ現れた。まるでこの路地の記憶が紙の上に浮かび上がっているみたいだった。気づけばわしはいつもの横丁に立っていた。景色がふっと揺れた。店も看板も明かりも消え、そこにあったのはただの広い空き地だった。草の揺れるまだ何もない土地。まるで昔の地図の中へ戻ってしまったみたいに。道は最初からあるわけじゃない。誰かが歩いた後に初めて生まれる。